今日はですね、読売新聞主筆の渡辺恒夫さんが亡くなられたことについて解説いたしたいと思います。まずは98歳大往生ということではありますけれども、お悔やみ申し上げます。私実は直接面識はございません。会いに行く前にもうなんかよくわかんないことになっちゃったんで、もう本当世の中が騒ぎすぎてですね、2004年ですかね、いわゆる球団参入騒動っていうのがありまして、私もね、騒動になってから歴史を改めて調べると、球界の名手というか、正確に言うと日本のプロ野球界の名手は読売新聞であるというところを基本に持ってこないと、あの騒動で渡辺恒夫さんが演じた役割がどういうものなのかっていうのはわかんないと思いますので、その辺のお話からしたいと思うんですが、そもそもですね、日本の野球を日本に持ち込んだのは、初めてね、ちゃんとした試合とかやったのは、実は東京大学の学生だったんですよね。当時多分東京大学予備門、今の教養学部みたいなもんですかね。そこで、正岡子規さんという詩人ですね。坂の上の雲とかに出てくる人ですね。あの方が東京大学予備門に行ってる時にですね、ベースボールを野球と、訳したのは彼なんですけれども、そういうこともありまして、まず東京大学で野球が流行り出して、そこから慶応大学とか、早稲田大学、立教大学とかにですね、普及し始めて東京六大学野球というのができました。なので、今でも天皇賜杯ですね、日本の各、スポーツ界の頂点に立つ者がいただくのが天皇賜杯なわけですけれども、今でも大学野球の覇者に実は天皇賜杯っていうのは贈られます。プロ野球はもらえません。サッカーはね、天皇杯、アマチュアのチームからプロチームまでみんな参加できますけれども、残念ながら野球の場合はですね、大学野球の覇者がもらうという形になっております。で、その後中学野球、今の高校野球ですね、こちらが人気を博しまして、この大学野球及び中学野球、こういったものを支配してたのは、当時、メジャーな新聞社だった朝日新聞、そして毎日新聞だったわけですけれども、読売新聞はですね、後発で、なんとか人気スポーツである野球をですね、なんとか自分たちのメディアの支配下に置きたいということで、日本職業大野球リーグっていうのを作りました。今のプロ野球の前身とも言えるものなんですけども、やはりやっぱ中学野球とか大学野球に比べると全然人気がなくて、戦後にそのまま行くわけですけれども、戦後もやっぱりその序列は変わんなかったんですね。でも、東京六大学で大活躍した立教大学のスターだった長嶋茂雄さんが東京読売巨人軍に入団して、そして天皇陛下を呼んだ天覧試合でサヨナラホームランを打って、それで彼は大スターになるんですけれども、それが今のプロ野球の人気の始まりなんですね。なので、読売、巨人、長嶋っていうのがですね、プロ野球の三種の神器みたいなもんで、これが全てを支配してるわけです。あとはみんなおまけなわけですね。っていう試合構図は未だに変わってないです。で、それの大ボスだった人が、いわゆる渡辺恒夫さんなわけですよ。だから、彼には誰もやっぱり逆らえないし、彼の鶴の一声で飛ばされたりとかもするので、やっぱり恐れられてた存在だったんですね。なので、球団参入騒動の時もですね、読売新聞のですね、中高の祖と言われる渡辺恒夫さんの師匠とも言えるですね、正力松太郎さんという方がいらっしゃるんですけれども、彼は日本テレビを作った人で、日本テレビで全国放送で東京読売巨人軍の試合を全試合中継するというこのビジネスモデルが大当たりして、1試合あたり1億円の放映権と、当時では破格の放映権を支払うことによってプロ野球をメジャーにしていったし、テレビが成長するのと同時にプロ野球も伸びていって、その覇者が巨人だったっていうことなんですね。その支配構造が変わり始めるのが2000年代になって、インターネットが出てきて、人々が家に帰るんではなくて、外に飲みに行くような形になってきたんですけれども、その時期からだんだんと雲行きが怪しくなってきて、その結果としてですね、球団数、やっぱりその試合数を減らさないと、なかなか全てのチームの採算が取れないと。特にパリーグはオーナー企業もですね、業績があんまり良くなくなっていて、球団もこれ以上維持できないということになって、じゃあ1リーグ制にして最終的に8球団にしようと。全部巨人戦やれば放映権もらえるからなんとかなるだろうっていう発想で、テレビありきの発想で始まったわけですけれども、私はインターネットがこれから普及していって、今のような状況、インターネット、メールとかですね、LINE とかこういったもので誘い合って、今日じゃあ野球でも見に行こうかというような形で行くライトなユーザーがめちゃくちゃ増えたことによって、今、例えばね、もともとモバゲーの会社だった DNA がもう今野球のベイスターズの会社になっちゃってますけれども、そういった現象が起こってきたわけですね。そういった現象を私2004年の時点で予測をしてまして、それで球団は減らすんじゃなくて増やそうと。メジャーリーグも増やして、で、サブスクで
衛星放送とかに、ケーブルテレビとかに放映権を売ることによって、巨額の放映権収入を得て、それを球団に分配することによって、リーグの参加チームを回す。あれも、1990年代初頭は16球団だったのが今30球団まで増えてます。日本は12球団のままですけれども、本当は16球団とか24球団に増やしてもいいんじゃないかなと思ってます。こういったところがですね、鍋常さんがいなくなることによって、大きく変わってくるんじゃないかな。というふうに私はある意味期待をしているというところではあります。球界でも例えば王貞治さんみたいな、王さんも素晴らしいスーパースターなんですけれども、結果として読売巨人軍には残れずに大英さんに行ったわけですけれども、そういう形でも間接的に支配しつつ、長嶋さんは巨人軍に入れるけど、王さんは戸様だから入れないみたいな、そんな感じになっちゃうのがまた、日本の球界のいろんな闇というか、なんでそうなるのみたいな話なんですけれども、例えば16球団に増やした方がいいんじゃないか、エクスパンション提案されてますけれども、王さんのような意見がですね、鍋常さんがいなくなることによって広まっていくんじゃないかなということは期待はしております。改めて渡辺恒夫さんお疲れ様でした。